はい、こんにちは。ウニアトリエの加藤です。今日はですね、これまで何枚かデッサンをやってきましたけれども、それに使う道具、用具ですね、画材についての説明をちゃんとしていなかったなと思いまして、今日はこのウニアトリエで最初に初心者の方におすすめしている基礎デッサンセット、これについてちょっとお話したいと思います。ですね、どこからいこうかな。まずは鉛筆からいきましょう。一応ね、ここにこう見えてるのがその基礎デッサンのセットなんですけれども、一つずつ紹介していきますね。はい、まずね、鉛筆なんですが、2種類用意しています。この辺は生徒さんの好みで選んでいただいてるんですけれども、一応安めなところで、ユニですね。ユニのセットは、6B から 2H までの10段階、10コードをおすすめしています。確か 9H、10H くらいから 10B までラインナップあったと思うんですが、最初用意した方がいいでしょうとお勧めしているのは、この10種類10本です。例えば 2B だけとか 4B だけっていうふうに、1本あればいいですよっていう先生もいるとは思うんですが、私は一応最初に10種類10段階用意するのをお勧めしています。なぜかというと、それぞれモチーフの硬さとか黒いとか白いっていう色を表現し分けるのに、一本の鉛筆のその筆圧の違いとか濃淡だけで表現するよりは、最初からこういった明るいところは硬めの鉛筆とかね、色の黒っぽいところは柔らかめの鉛筆っていう風に書き分けるっていうことを覚えてほしいと思っているので、一応10段階ほど用意しています。で、もう一種類は、ステッドラーの、これはマルスルモグラフ、青い鉛筆なんですけど、これはね、ちょうどこう、カンペンケースっていうかね、ケースに入って12本のセットっていうのがあるので、これをこのまま活用しています。ラインナップは 6B から 4H までで12段階、12コードなんですが、あまり実際 3H とか 4H っていうのを使う場面はないかもしれません。が、バラで買うよりもこっちの方がね、ちょっとお安いというかお得なので、最初にそれならこれが便利でしょうということでお勧めしています。これはどちらでもお好きな方、どちらか選んでいただいて、最初に用意してもらっています。はい、次にね、大事なのが、カッターですね。これないと、鉛筆が削れないというか、スタートできないんですが、市販の鉛筆削り器、こう、くるくる回すタイプ。あれですと、鉛筆のその先の長さっていうのが長く出せないんですね。なので、最初にカッターで削るっていう削り方も説明して、動画にも上げているんですけれども、用意してください。で、100均とかでもね、安いカッター売ってるんですが、やっぱりね、使い勝手というか、普段普通にこう削っててストレスがないっていうと、このクラス、これは NT カッターの A300 っていう、いろんな種類、色とかね、デザインがあるんですが、せめてこの A300 クラス以上のカッターをお勧めします。はい。次にですね、練りゴムとプラスチック消しゴム。これはね、とっても消耗品なんでね、安いやつでいいです。うちで扱ってるのはこのホルベインの中くらいのサイズ。大きいサイズ、中くらいのサイズ、ちっちゃいサイズって、大きさいくつかあるんですけれども、最初はこの真ん中の100円くらいなんでね、こんなサイズ。あとは、これは普通の文房具屋さんで売ってる消しゴム、硬い四角いプラスチック消しゴム。ちっちゃくね、してますけれども、これを用意しています。はい、次に、この大事なね、ガーゼ。ガーゼというか、ガーゼハンカチですね。薬局とかでもガーゼ売ってるんですけれども、端の始末っていうのが、なんか切りっぱなしだとこのね、ケバケバが出てきちゃったりするんですね。なので、ガーゼハンカチが使いやすいかなと思っています。と、もう一つ、擦筆。各種メーカーから擦筆、硬いの柔らかいの出てるんですが、私はこれ、ナムラの3番ですね。これをおすすめしています。
使い慣れてくるともっと太いのがいいなとか細いのが欲しいなとか出てくると思うんで、そしたらその都度買ってください。あとね、ホルベインから出ているもうちょっと紙のね、白じゃなくてグレーの硬いやつもあるんですが、当初セットにそれ入れてたんですけども、ちょっとね、先端硬すぎるので、ナムラのこの柔らかいタイプに切り替えました。はい。これはガーゼとかで、画面の影の部分、擦ったりするときにガーゼ使うんですけども、それの細かい部分用ですね。はい。で、サッピツの使い方に関してはまたね、改めて、別動画でご紹介したいと思います。結構ね、使ってるとここ黒くなってくるんですけれども、そういった時の対処法とかね、別でご紹介したいと思っています。はい。次に、はい、はかり棒と呼んでいる、これ自転車のスポークです。で、うちではこの黒い塗ってあるタイプを活用しています。まあ通常ですとね、ステンレスとか鉄のシルバーのやつが多いんですけれども、まあこんな風にね、ちょっと見にくいかな。こんな風に先端からある一定の長さを親指の爪で区切って、角度とか長さを測ったりするのに使うんですが、これの使い方もね、また別で紹介したいと思っています。長さが少し長めなので、道具箱に入りにくくて、皆さんなんかね、ちょっと困ったりしてるようなんですが、せめてこれ今、28センチくらいあるかな。それなりの長さがある方が使いやすいです。30センチ程度は欲しい感じですね。はい。そうだ。先にこっち行きましょう。で、結構重要なのが、この何でも帳、クロッキー帳、クロッキーブック、という、落書き帳ですね。紙も非常にペラペラな、コピー用紙みたいなね、そんなにいい紙じゃないです。これは、サイズは SM っていうサイズですね。SM っていうサイズで、A3 よりちょっと大きいくらいかな。はい、A3 よりちょい、正方形に近いサイズで、100枚綴ってあります。で、これはね、本当に何にでも使えます。エスキース、本番書く前の簡単なスケッチや、あとは、先生にね、言われたことをメモしておいたり、注意事項をメモしておいたり、あとは自分が気がついたことをメモしておいたりっていう、何でも帳ですね、落書き帳。簡単な薄っぺらい紙で100枚綴ってあるので、いろんな場面でね、活用できるかなと思って。そして、あんまり小さすぎてもね、作業がせせこましくなるので、この程度のサイズ、A3 ちょい大きいくらい、カバンに入る少し大きめですかね、をお勧めしています。はい。そして次に、フィキサチーフという、定着液です。最初のセットにはこの小さなタイプ 100ml って書いてありますが、をセットに入れてるんですけれども、絵を描き終わった後、そのまま放置しておくと、紙同士が擦れて、せっかく描いたデッサンとか、絵がですね、ぼやぼやと、もやもやと、鉛筆とかパステルの跡が擦れて、鈍くなってくるんですね。で、そうならないようにするための定着液。これをかけると、もう消せなくなります。書き足すことはできるんですけれども、消せなくなるので、失敗してやり直すなんていう場面が残っているときはまだ書けない方がいいです。稀にですね、ここまではもう一旦定着させて、そこから上書きしていこうなんていう時には、途中で書けたりすることも中にはありますけれども、基本的に全部書き終わった後で、書けるもんだと思っておいてください。定着液。はい。そうですね。結構重要なのを忘れていました。あとね、セットに入れているのが、だいぶ見切れてますけれども、ポートフォリオって、これ紙バサミですね。絵を、描いた作品を入れておく、ケース、紙バサミ。そして画用紙。これは B3 画用紙、M 画用紙ですね。サンフラワーペーパーの M 画用紙という紙を5枚セットに入れています。で、最初、油絵描きたいとかデッサンやりたいとか、いろいろ皆さん要望あると思うんですけれども、最初5枚くらいは基礎デッサンやりましょうねと。幾何形態、立方体とか円柱とか、あとはリンゴとか、
そういった身近なものをですね、簡単なもの、身近なものを5枚くらいデッサンをして形を取る練習、形を取るのに自信がついてきたら、水彩、油絵、もしくは、デッサンをそのまま続けるという方もいますけれども、そんな風に最初の基礎デッサン用に5枚ほど用意しています。はい。早口でお話してきましたけれども、これが、ウニアトリエの初心者の方がこれからデッサンを始めるにあたって、最初に揃えるといいでしょうという基礎デッサンセットのご紹介でした。それではまた。